アリさん、今回はですね、受験勉強できつかったことが聞きたいんです、っていうのもあらかじめそこが分かっていたら想定範囲だったらそのまま突き進めそうじゃないですか。でもそんなきつかったってことがないって、以前おっしゃられてたんで、なので、例えばほら逆にこんなはずじゃなかったとか、思ってたよりきついとか言われて挫折していく方いらっしゃるとは思うんですけれども、そうならないために、ハリーさんの当たり前を今回聞きたいなと、そういう回です。わかりました。はい。いやー、この葉が揺れて風の音がいいですね。いいですね。いや、きつくなかったって言ったら嘘なんですよね。その時はきつかったんですよ、ね。だけど、終わったら忘れてるっていうか喉元過ぎればじゃないけど、でも結構やってましたよ。で多分一番こんなはずじゃなかったって思うのは結局結果が出なかった時だと思うんですよ、ね、浪人とか落ちちゃったりとか、じゃあそうならないためにやっぱ当たり前の基準っていうのを持っといた方がいいなと思うんですよね、でだからその当たり前の基準って意味で言うと、1日どのぐらいやったかな、浪人の時とかはね10時間とか12時間とかやってたような気がするし、それもその前も言ったけどちゃんと集中してやる、机に向かって自習室で、問題解く時はその時間をちゃんとストップウォッチで測ってその時間はもう解いてる本番と同じ状態でやる、でちゃんとその間違ったところは理解するまでやり直すとか、もしも帰ってきて間違ったところがあるんだったらそれは分かるまでやるとか、それは要するに現実に向き合ってるってことですよね、自分がね浪人した要するに現役の時に結局落ちたわけだけど、その時の模試の扱いって、結果だけ見てなんかあんまり良くないみたいな、でつまんないじゃないですかそれも、だからポイなんですよね、でやれたとしてもちょっとこうちょこちょこ 2,3 問だけやり直すとぐらい、そんな感じなんでね、全然向き合ってないですよね、結局相手が何を求めていたのかその検証、PDCA じゃないけど、なんかやったらチェックしないといけないで直さないといけないんですよ、そこの過程をしっかり向き合うってのは当たり前のことなんで、それはやっといてほしいと思います、で僕はね大学時代に塾講師やった時に思ったんですけど、例えばなんか世界史を教えてたんですけど、その東京の都立の結構名門のところだったんだけどその生徒さんはね、でもなんかセンター試験で世界史で70点ぐらいしか取れないって言うんですよ、こんなに塾にわざわざ来て、授業を受けて、そんな感じなのって思った記憶があって、しかも都立の名門で、とか思って、で何が違うんだろうなって思った時に、もう当たり前の基準だったんですよ。東大法学部マジ物語。そう自分がいたそのね通ってた聖光学院っていう神奈川の進学校では、例えば高2の夏ぐらいにはもう世界史のセンター試験の問題、こんな分厚いもう過去に20年分ぐらいかな、20年分ぐらいあったかな、もうわーってプリント渡されてわーって解いてるんですよ。分かんなくていいからまず解いちゃう。でその時にもでもただ真っ白でやっても意味ないから、教科書は3週ぐらいを読むと通しでね、で1回目はもう分かんなくていいわけですよ、で2回目読んだらなんか入ってくるものがあるわけですよ、で3回目だとかなり入ってるんだけど、それと並行して問題をバーって解いてると、出てくるポイントってこんな感じなのねみたいな入ってるじゃないですか、でそういうのやってたら、別になんか模試でもセンターでも90点切るってないんですよ、興味持ってるから。であと論述もやってましたしね、その自分で主体的に世界史って例えばなんかナポレオンがヨーロッパに与えた影響はとか、そういう記述式で聞かれると興味持たないと、っていうか書けないですよね、主体的じゃないと、自分能動的にならないと、そういうのやってたんで、なんか
で面白くなるわけですよね、で他の同級生と一緒になんか問題出し合ったりとか、なんかそんなのが当たり前だったから、なんでこんなセンター試験の世界史で苦労してんだろうみたいな、思ってましたよ。で当時の、そのバイトしてた塾には申し訳ないけど、なんかいやこんな授業をクソ丁寧にやるよりもなんかそういう当たり前の基準を与えてやってもらった方がなんか早いのになとか思ってだけどバイトだから、これやってくださいって言われるわけじゃないですか、テキストを伝えて、とかって思いながら、ね、でもそれから外れたこともなかなか言えないし、まあだから今自分で塾やってるのはそういうところがありますよね、当たり前のレベルの引き上げ、そう、その方が楽しいし結果も出るし、ね、で世界史一つそうやって知ってればもう旅行とかもめちゃくちゃ面白くなるわけですよ、だし世界のものの見方も変わってくるし、そしたら自分の人生に影響を与えるものに対しての、対応の仕方も変わってくるわけですよね、今の政治社会とか、政治経済とかもそうだし、キャリアの作り方もそうだし、だからまあどこを目指すかですけど、まあ、ヨーロッパのエリートとかはそういう文学とか世界史歴史とか、哲学とか、まあ、当たり前に備えている人たちしか入れない世界があるんで、だからそのお金だけ儲けてたら入れるわけでもなかったりとかするわけですよね、だからそれは自分のためにっていうよりその世界をより良い場所にするために、なんかそういうリーダーになっていってもらいたいなっていう思いもあるし、なんかまあそういうことですよね結構あれですね、環境大事ですね。環境大事です、本当に、当たり前のレベルっていうのも環境で決まってしまうから、当たり前のレベルは高い環境に身を委ねてないと後になってこんなはずじゃなかった、思っていた以上にきつかったっていう、思う人はちょっと環境がまずいんですね。そう、まあ自分で作ってんですけどねそれは。いやだからそうじゃないですか、僕もそうだから、だから逃げの時は逃げの人と一緒にいる、攻めの時は攻めの人と一緒にいることになるわけですよなるほどね。そうだから、面白いよね面白いですね、いやこの葉が揺れて風の音がいいですね。いいっすね、なかなか。これ何これイチョウじゃない、イチョウ、葉の形はイチョウに似てますか。そうだよね、黄色くなってきてるし、実がなってる。そう東大といえばね本郷キャンパスの駒場かな、一緒かな、イチョウが、落ちる葉っぱが落ちるまでに彼女ができないとロンリークリスマスっていうジンクスそれ結構言われてました東大こそこそ話でした。そう